じゃあ行きます。じゃあ僕とだな。じゃあちょっとこの声も録音できてるんで、もう一回、順番いきます。1、2、3、4、5、6、8、9、OK。じゃあどうっていうのは初めて。アタック？これいやいやいや、普通の正当派林道。まっすぐ行く方が、ダートはちょっと長い。ちょっと待った。あ、タイヤ。空気ない。空気ない？空気ない。はい。紅葉はもう終わってる感じですね。そうですね。あ、そうだ。落ち葉祭り。なかなか壮観よ、この旧大。危ない。思いっきり今外された。どうした？こけた？奈良自分で転倒しました。あら。軽くこけた。こけたかな。落ち葉が見えなくて、右側のわらじですね。
足が引っかかったよ。また丸太が2本。救出救出。転んだよ。すいません。ダメだ。一回下降りたらな。音は聞こえど、全然姿見えず。入れてクラッチ焼けたんじゃないの？あ、ダメだ。クラッチ離してもね、まあ進まない。なんと。いやー、クラッチが減った。やばい、ちょっとやばい。ちょっと止めた方がいいんじゃないですかね。ちょっと休めたらクラッあそれ、クラッチ、そんなんではちょっと登れないな、これは。ちょっチ無理だね。うん。降りようか。うん。それ冷ましても多分そんなに繋がんないと思うよ。クラッチワイヤーさ、もう少し遊び出してさ、ワイヤー側で調節してみたら？クラッチが焼けてるか、ワイヤーの伸びだからさ。アジャスターも少し縮めて。冒頭のこのシーンでお知らせした通り、前回の四国輪数より導入したセナ30系のレビューをしたいと思います。30系はいわゆるメッシュ接続エンカムですが、今回の9人はメッシュ機と通常の Bluetooth 機の混合で繋がっています。どう繋がってるかというと、まずこのようにメッシュ機6台をメッシュ接続し、6台中3台のメッシュ機に1台ずつ Bluetooth 機が繋がっています。これで9台繋がります。音量や音質も問題ありません。ただご察しの通り、Bluetooth 機はメッシュ機との接続が途切れると、すべての繋がりが途切れます。また、メッシュ接続のみのエンカムは、7時間半ほど連続通話できましたが、Bluetooth 機を繋げているエンカムは、5時間半で電池切れとなりました。やはり電波を2つ飛ばしているとバッテリーの消耗が早まるようなので、Bluetooth 機を繋げる場合は、休憩中などに、モバイルバッテリーから充電しておく必要がありそうです。今まで Bluetooth 機のみだと、まず接続に時間がかかり、3台までは割と安定的に繋がっていましたが、4台目はなかなか繋がりませんでした。また、繋がってもすぐに途切れたり、突然2台ずつの接続になったりすることが多々ありました。一方、メッシュ接続は一瞬で全部繋がり、かつ非常に安定しています。また途切れてもすぐに再接続します。4台以上で走ることの多い方には、非常におすすめです。